皆さんこんにちは。セアジャパニーズポッドキャストへようこそ。今までこのポッドキャストでは私の経験とか意見とかを、たくさんシェアしてきたんですけれども、今回から私が特に強い意見を持ってないけれども気になる事実とか日本での出来事とかをお伝えしていくっていう企画をやりたいなと思っています。ポッドキャストでそういうことをお伝えしようとするとやっぱりしっかり調べないといけないし、私自身がちゃんと知っておくべきことが多いので、皆さんにお伝えするとともに私も一緒に日本のことを学び直せたらいいなと思ってるんですね。その内容は政治とか社会問題とか真剣な話もしたいし、あとは日本の面白い、美術館とかなんか面白いデータとかも、ちょっとカジュアルなことも、シェアしていきたいなと思っています。で、今回の第1回目からいきなり結構かなり真剣な重い話なんですけれども、今回は、2022年3年前に安倍晋三元首相が、殺害された事件についてです。なぜ今この話をしようとしたかというと、被告の裁判公判がちょうど先月始まったんですね。今までの3年間は、その準備とか、精神鑑定とかを受けていて、で2025年10月から公判が始まって、なのでその証言内容とかが今毎日日本ではニュースになっています。で、あとは被告は安倍元首相に直接恨みがあったのではなく、安倍元首相や彼が属していた自民党が関係を持っていた旧統一教会という宗教団体に恨みがあったんですね。で、この自民党っていうのは日本でずっと与党で、新しく首相になった高市首相も自民党の方なんですね。そして高市首相は自民党の中でも保守的な安倍派の継承者と自他ともに、言われています。で、安倍元首相が殺害された直後は自民党内で何が起こっていたのか、旧統一教会と関係があったのかどうかっていうのがよくニュースになっていたんですけれども、例えば最近行われた自民党総裁、もしくは、首相を選ぶ選挙では候補者9人全員、自民党の候補者9人全員が旧統一教会との関係について質問された時に回答をしないということを選択されていたんですね。で、高市首相が着任した後も会見で、それに関係することを聞かれてもそのようなことは知りませんとか、関係ありませんというふうに回答を避けるっていうのが、見られています。支持者の国民の中でも、被告のことをテロリストと呼んで名前すら言うべきではないみたいな風に、言っている風潮もあります。ちなみに選挙期間中に日本の有名な、YouTuber が、YouTuber って言ってもすごく勉強になることを挙げている方なんですけれども、高市氏にインタビューをしたんですね。で、その時に旧統一教会のことを聞き出そうとしたんですけれども、何度それに関係することを聞いても何度も話をそらされるっていうのが少し話題になっていたので、動画のリンクをキャプションに載せておくので、もし気になったら見てみてください。というわけでちゃんと事実を知っておいた方がいいよねっていうのもあって、今回のエピソードでなぜ、安倍元首相が殺害されることになったのか、どう殺害されたのか、でその背景にある旧統一教会とは何なのか、被告は
その教会とどのような関係を持っていたのか、そして、安倍元首相や自民党は、旧統一教会と、関係を持っていたのかっていうのをニュースなどから分かる範囲で、まとめてお伝えします。最初に言ったように私は特に強い意見っていうのはないので、なるべく多方面のニュースとか情報源を元にして、出典先はすべてキャプションに載せているので、皆さんも気になったらご自身で調べてみてください。YouTube 見てる人はわかると思うんですけれども、今回なるべく正しい情報を伝えるために、事前に下調べした内容を、メモしたものを見ながらお話しするので、ちょっとたまに顔が横を向いていますがお許しください。ではまず殺害事件の概要です。事件が起きたのは2022年の7月8日、安倍元首相が奈良市で参議院選挙奈良選挙区候補の応援演説をしていた時です。演説台に立って演説していた時に、発砲され、標的となった安倍元首相が撃たれて、倒れました。そして病院に運ばれましたが、心臓に弾が当たったため失血死となってしまいました。被告の山上徹也はその場で現行犯逮捕されました。武器となったのは銃だったんですけれども、ネットを見て手作りしたようです。ちなみにこの時、もちろん演説中なので警察官とか SP 警護員は、周りにたくさんいたんですけれども、誰も守ることができなかったようですね。でそのせいで警護員がちゃんと仕事をしてないというふうに批判され、警護員の警護の方法とか体制が見直されました。話は少しそれるんですが、その1年後の2023年にも当時首相だった岸田首相の演説中にまた、自作のパイプ爆弾が投げ込まれたんですね。これは他の犯人で山上被告とは関係ないとされています。でこの爆弾は結局煙が出ただけで、被害をもたらさなかったんですが、この犯人を取り押さえる瞬間の動画が、一時期とても話題になったんですね。というのも犯人は爆発物を2つ持っていたようなんですけれども、その最初の1つを投げた犯人の不審な動きを見て、もう爆発音が鳴る前に飛びかかって取り押さえた地元の漁師の男性がいたんですね。でこの人のおかげで、犯人が2本目の爆弾を投げるのを阻止できたと称賛されていて、で警護員はその安倍元首相の事件の後で体制が見直されたりしたんだけれども、この男性の動きの方が警護員より早いななどとネットとか、国民の中では、言われていたんですね。でもこの2つの事件を通して日本は比較的平和な国と言われていたんですけれども、日本人ももっと警護体制を見直さないといけない、もっと気をつけないといけないというふうに気づいたということです。話を元に戻しますが、安倍元首相殺害の、犯人はすぐに捕まったので、その聞き取りから大きな問題が浮き彫りになって、今でも完全に解決されていない問題となっています。それが、旧統一教会問題と呼ばれています。どういうことかと言いますと、逮捕直後の警察の調べによると、山上被告は安倍元首相の政治信条に恨みがあったのではない、母親が入信している世界平和統一家庭連合またの名前を旧統一教会に恨みがあったからそのトップを狙いたかったけど、コロナ禍で日本に来る予定がなくなったため教団と関わりのある安倍元首相を狙ったと発言していたようです。この旧統一教会、これは通称で、正式名称は世界平和統一家庭連合
旧称は世界キリスト教統一神霊協会、英語では Holy Spirit Association for the Unification of World Christianity という、1954年に韓国で創設されたキリスト教系の新興宗教団体のことです。見方によってはカルトとも呼ばれています。で、この旧統一教会の特徴の一つに、信者であることを公言してはいけないというルールがあるらしく、信者の数や国籍の具体的な割合とか数は知られていないんですけれども、日本の信者がすごく多くて、アメリカなど世界中を含めて十数万人の規模と言われています。でですね、統一教会の教義では、韓国がアダム国家で日本がエバ国家とされているんですね。私はキリスト教をあまりよく知らないんですけれども、要は日本には韓国に尽くし、献金を通じてアダム国家、つまり韓国を物質的に支える使命があるとされています。北海道大学の宗教社会学教授櫻井義秀さんのお言葉を借りると、日本の統一教会のミッションはお金を集めて韓国に送ることです。というわけで、最近ネットフリックスとか YouTube でもカルト集団とかの内部の真相を暴くようなものをよく見れるので、皆さんもカルト集団のシステム、仕組みとか勧誘方法とかはよく知っているかなと思うんですけれども、旧統一教会も似たような感じのようですね。元信者などへのインタビューによると、例えば最初はバレーボールに誘われて、そのうち自己啓発セミナーに誘われて、聖書と称した旧統一教会の教義を学ばされて、気づいた時にはどっぷりハマっていて、大量の献金を払っていた。で、その入信してしまう理由も、例えば孤独感とか何か助けが必要だったからという感じなようです。このように旧統一教会は日本でたくさんの信者を集めて多額の献金をさせていたんですが、安倍元首相を殺害した山上被告の母親がこの信者の一人です。今でもですね。彼女は1991年に入信して以来、今まで合計で1億円の献金をしてきたとされています。そして教会と献金のことで頭がいっぱいで、子どもたちのことを世話しないどころか子どもに金をせびるということもあったようです。このようにこの母親のせいで、もしくはこの旧統一教会のせいで山上被告は壮絶な人生を生きてきたっていうのが事件直後から明らかになって、国民の間では共感とか気の毒に思う声がすごくたくさん上がったんですね。なのでこの安倍元首相の殺害事件っていうのは何層にもわたる複雑な事件として長い間ずっと話題になっているということです。で、まずは今からですね、山上被告の生い立ちとか家族関係を叔父へのインタビューとか最近の裁判での証言内容を合わせてお伝えしていきます。まずですね、この家族はかなり不運というかかわいそうな状況なんですけれども、山上被告の父親は、子供の頃うつ病で自殺しています。母親は自分の母親、つまり山上被告の祖母を病気で亡くし、弟を事故で亡くしています。で、山上被告の兄も子供の頃からずっと重い病気で抗がん剤治療などをしていました。で、先ほど言ったように被告の母親は、1991年に入信。これは、被告の父親が自殺した後ですね。で、一度に5000、6000万という多額の献金を始めます。
皆さん、ここまで日本語はどれくらいわかりましたか？もっと正確に理解したい、自然に話せるようになりたいという方にいいニュースです。今週私が作ったビデオコース3つがすべて期間限定で大幅割引になっています。ビデオコースというのは事前に録画されたレッスンを好きな時に自分のペースで受けられるオンデマンドコースのことです。初心者向けの基本の文法と会話を学ぶ6時間のコースが1つ、それから中級者向けに Speak Like a Native Series というものが2つあります。これは日本語には教科書には載っていない微妙なニュアンスとかネイティブらしい言い回しっていうのがたくさんあるんですけれども、このシリーズではそれらをなぜどう使うのかをまとめて、ネイティブの会話がより理解でき、自分の表現も自然になる力をつけられます。今 30% 以上の割引で受講できるので、ぜひキャプションのリンクからチェックしてください。それではトピックに戻りましょう。で、どこからこんなお金が来るかというと、例えば亡くなった父親の保険金とか、あとは母親の父、つまり被告の祖父の名義だった家を祖父に断りなく売ってしまったり、でその後は子供3人住んでいた自分の家も売って、家を借りながら転々とする生活を始めたりしていたんですね。あまりにものめり込んでいて、献金をすること、そして教えを守ることばかりに夢中になっていたせいで、家族全員が被害を受け、祖父はその後亡くなってしまうんですが、亡くなる前に包丁を持ち出して家の中で喧嘩になったり、兄も暴力をし始めたりして喧嘩になるような家庭だったそうです。で、被告は高校卒業後勉強して大学に入ろうとするんですが、やっぱり日本では大学に入るにはお金と時間が必要ですので、叶わなかったようで、家族を養うために海上自衛隊に入隊します。妹は高校を辞めてアルバイトをし、兄は病気が悪化して働けず、でこの状態で母親は韓国に行ったきり何日も帰ってこず、兄が食べることもしっかりできず、親戚に連絡して親戚が急いで食べ物を持って世話をするということもあったようです。でこの頃の2005年に山上被告は自殺未遂を起こします。でその時に被告は、父のように自殺すればその保険金で他の家族を養えると思ったと語っています。2015年には病気の治療費を払えなかった兄が結局自殺してしまいます。でこのような人生を送ってきた被告は、事件直後に警察に対して、母が旧統一教会に多額の献金をしお金がなかった、難病の兄が十分な治療を受けられず苦しんで自殺した、私も大学に行くことができなかった、旧統一教会を恨んでいるというふうに話しました。被告に対する正式な尋問は、まだ行われていないんですけれども、公判開始時に年齢をいくつか聞かれて、45歳ですと答え、で今度は45歳まで生きていると思いましたかと聞かれた時に、生きているべきではなかったと答えています。一方、母は被告に謝るような発言をしたり、あとは教団に尽くしたら家庭が良くなると思っていたというような証言を残しているんですが、教団に入り続けるのかそれとも脱会するのかっていう質問に対しては回答なしというふうに決めているようです。そしてですね、裁判の傍聴に行った人とかの中で、妹の証言に涙が止まらなかったとか、本当にしんどい、裁判から今帰ってきたけど心が痛む、持たないというような、声がたくさん上がっていたんですけれども、妹の証言の中には、例えば家賃の 2,3 ヶ月を払ってほしいと必死の形相で言われた、私の腕にしがみつく母を引きずって歩いたこともある。母は統一教会と献金で頭がいっぱいで私には無関心。小学生で40度の熱を出した時も病院に連れて行かれず、母は統一教会の活動に行くくらい。
辛かった、死にたかったというふうに、述べています。ちなみにこの安倍元首相の、殺害の後から宗教2世という言葉がとても有名になりました。宗教2世というのは、被告の母親のように親が宗教やカルトに熱狂的にのめり込んでいて、子供もそれを信仰させられるとか、親の貧困のせいで子供が、苦しい人生を送るというような、この子供たちのことを宗教2世と呼びます。で、この宗教2世の当事者たちが自分も辛かったっていうふうに声を上げて初めて問題が浮き彫りになったということもあるんですけれども、逆にこの宗教2世の方々がこういった宗教を廃止命令とかに、こういった宗教の廃止命令とかに反対する、もう信仰している方々はそういうの廃止するのに反対するようなデモを起こすっていうこともありました。話を元に戻しますが、以上が、旧統一教会と山上被告とその家族の関係なんですが、この被告が安倍元首相を殺害した理由がその旧統一教会と関係を持っていたから、安倍元首相が旧統一教会と関係を持っていたからと、言われているんですね。ではどのような関係を持っていたかということですが、まず先ほど出した櫻井教授の言葉をまたそのまま借りると、旧統一教会の大きな特徴の一つは政治と密接に結託して活動していることです。表には出ない。例えばオウム真理教は自分たちが日本を支配できるという幻想を抱き、選挙に打って出れば勝てると考えました。一方統一教会は冷静な判断をしています。独自候補を立てても勝てないが、組織票の力で政治家とパイプをつなげば全国的な影響力を持てるという考え方です。このオウム真理教っていうのは、他のカルト集団で、20年以上前に大きな事件を起こして、一般人を犠牲にするということがあったカルト集団です。というわけでこの旧統一教会っていうのは日本の政界と昔から強いつながりを持っていたようなんですね。で、他の党の党員ともつながりを持っていたんですけれども、やはり日本で大多数を占めて日本の政治で権力が強い自民党員と一番、つながりが強かったそうです。事件後の調べによると、党所属の国会議員179人に旧統一教会の関連団体などとの接点があったそうです。なぜ旧統一教会と関係を持つ必要があったかなんですけれども、旧統一教会は当選するかギリギリの議員の選挙支援を行う傾向があったようです。で、実際に支援を受けた議員は当選したり、若いのに幹部ポストにつけるということがあったらしいです。安倍元首相がどれくらい関係していたかっていうのは、2021年に旧統一教会が友好団体とする民間活動団体が開いた集会にビデオメッセージを寄せていたっていうのがニュースでわかることなんですけれども、あとは妹の証言で、その被告のお母さんは家に旧統一教会の教祖の絵とかをポスターを貼っていたんですけれども、その中に安倍元首相が表紙の旧統一教会の機関誌があったと、言っています。これに対して自民党の党員は名前が変わったので気づかなかったとか、お付き合いの一環、祝電くらいみんなにするからそのうちの一つというふうに旧統一教会と関係を持っていたのは何でもないというか普通のことだっていうふうにする党員が多いようです。なので自民党は別に悪いことをしなかったっていうふうに、言う人たちの根拠も別に団体で支持してもらっていたわけではない、選挙を直接お金などを払って支援してもらっていたわけでもない、
他の党もみんなやっていたっていうふうに、するようです。じゃあ逆に旧統一教会は自民党とつながることでどんな利益があったかっていうのは、様々な解釈があるんですね。で、少し面白いのは自民党と旧統一教会の政治理念は全然違うんですね。自民党は保守寄りで、もちろん同性婚は認めない、LGBTQ も特に気にしないというか、推進しないという感じなのに対して、旧統一教会は男女平等推進、同性婚を認める、トランスジェンダーを含む LGBTQ を応援、夫婦別姓を推進などと、本当に保守派と真逆と言っても過言ではないような、教義なんですね。で、選挙の際には旧統一教会の支援を受けた自民党の議員が一部教団の示した推薦確認書に署名していることが明らかになっているんですが、その推薦確認書の内容は例えば憲法を改正し安全保障体制を強化する、アジアと日本の平和と繁栄を目指す日韓トンネルの実現を推進する、LGBT 問題や同性婚合法化に関しては慎重に扱うといったようなものなので、つまりは選挙に当選するのを手伝うから、もし当選したらこのような日本の政治を変えるのをお願いねみたいな感じだったのかもしれないですね。というわけで、以上が、自民党もしくは安倍元首相と、山上被告、そして旧統一教会の関係でした。いろんな情報をお渡ししといて申し訳ないんですけれども、最初に言ったように私は強い意見はないですね。正直政治関係のことって本当に何が本当で何が嘘かわからないので、どんなことも信じて後から裏切られると本当にバカにされたような気持ちになってしまうので、あんまり強い意見を持ちたくないなっていうのが私は一つあるんですけれども、ただ、今回自民党とか安倍元首相がどれくらいその旧統一教会と関係を持っていたかっていうのはしっかりとわからないにしても、少なくともこの事件が旧統一教会とその信者とその家族の問題を浮き彫りにした。で、なぜこんなに日本に信者が多いのかっていう理由の一つで、多くの日本人がそもそもキリスト教の教えとか信仰とは何かっていうことを全然知らないっていうことがあったんですね。例えばさっき言ったように元信者は、聖書を読みなさいって言われて渡された本が実は聖書ではなく旧統一教会の教義を全部書いた本っていうのを後から気づいたんですけれども、少しでも聖書の勉強とか他の宗教の勉強をしていたらそれが変っていうのは気づけていたかもしれないので、日本人の 60% 以上は無宗教者って呼ばれているんですけれども、無宗教であってももう少しいろんな情報を知っておいた方が自分の身を守るためになるのかなっていうのが一つ私が思うことですね。皆さんはこの話を聞いてどんなことを感じましたか？もし意見や感想があったらぜひコメント欄で教えてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!